はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半のタロットリーディングさせていただきますね。よろしくお願いします。ちなみに3月19、20、21日のエネルギー解説した動画がありますので、まだご覧になってない方はぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。では行きますね。お願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ジャッジメントの逆、そして鳳凰の逆、ペンタクルスのクイーン、カップの2の逆、そしてワンドの9、ソードエース、ラバーズの逆、はい、気をつけることや対策がワンドの5と、節制の逆、はい、そしてオラクルはワンドの8です。こんな感じする3月後半、はい、まずちょっと星の補足説明ですけれども、3月19日の新月に関しては獅子座さんは前回の3月前半の時にお話しした動画の内容と同様に、やはり見えないところで非常に何かとつながりやすいっていう時なので、この守られているとか愛されているもそうだし、必要なものが自分にちゃんと供給されているという感覚にもしなれれば本当に豊かなものをたくさん受け取れる時だし、でもマイナスに出ると自分は評価されてるんだろうかとか、自分はどこにつながってるんだろうかみたいな、見えない藁をもすがりたくなるみたいなね、何かそういった感覚で他者の顔色を伺いやすいタイミングになってしまうんですけど、その3月19日の新月ってとってもその自分がどのような世界で生きるかとか、どんな自分になりたいかっていうことを意図していただいたりイメージするのがとってもいい時なので、獅子座さんにとってはね、本当に誰とつながっていきたいのかなとか、どんな世界を誰と一緒に作っていきたいのかなっていう感じがしますし、またなんとなくなんですけど、自分で何かを得ていくっていうよりもどこかと後ろから与えられたいみたいな、何かがでも与えられやすい時なんです。それがいわゆる宇宙の恩恵なんですけれども、ある人は例えば収入が増えるっていうこともあるでしょうし、これ自分ががむしゃらに働いてっていうよりも誰かからの承認をもらうかのように評価が上がってお給料が上がるとか、例えばパートナーのお給料が上がるとかもそうだし、自分が何かを引き継ぐ、もらえるっていうこともそうだし、別に物質的なお金だけじゃなくて、本当評価とかエネルギーとして自分が守られているっていう感覚や応援されているっていうものをちゃんと自分が受け取るよっていうことができる時なので、本当にその自分が望んでいることに対してそのような背景が整えられますよっていうタイミングだと思っておいてください。そして3月20日以降っていうのが自分の専門性を生かしていく、自分がもっと遠くに飛んでいくみたいな、どこに飛んでいきたいんだろうって感じですよね。それは別に物理的な距離だけじゃなくて、本当にどっかに旅行に行きたいですっていう方もいらっしゃれば、普段は行かないところに足を伸ばすとか、普段はコミュニケーションを取らない人にコミュニケーションを取るとか、何かそういう自分がもっと探求したいとか勉強したいとか、そういったことで勢いがすごく増していて、自分をどこかに連れてってくれるみたいな、高みに登らせてくれるみたいな、そんな感じがしました。なのでとてもやっぱり勢いあります。前回もね、思いがけない喜びがあったと思うんですけど、やっぱり私たちって本当に一瞬の気づきによってその瞬間の見える世界って変わるじゃないですか。例えば誰かがうるさく言っててうるさいなって思うのか、でもその人はなぜそんなにうるさく言うんだろうっていうその人の背景を知ったら、それはみたいな、そらどうぞ言ってくださいみたいな気持ちになったりとかして、現実は変わらないのに見方が変わりますよね。そんな感じでやはり3月の前半っていうのは自分の内側の世界観っていうのが非常に反映しやすい時、そして後半は自分がどんな世界観を持っているかによってその世界が展開していくみたいな感じです。でカードで見た時に入り口がジャッジメントの逆なので、なんとなくですよ、自分の中で思い通りになっていないとか、願っていたことがまだ叶っていないみたいな、そんな感覚があるかもしれません。
もうダメなんじゃないかなみたいな、そういった感覚かもしれませんね。やはり気をつけることとしてもやっぱり法王の逆っていうのが出てるので、なんか法王っていうのは非常にこう精神的なね、信頼とかこう法律とかもそうですし、こう安全のなんか手綱みたいな感じのカードなんですけど、それが逆になってるっていうことは、なんか本当に安全な手綱でつながれていないかのような気がしてしまうということなので、特にこれ今本当仕方ない時なんですけどね。でも明らかに誰がどう見たって大丈夫だよねっていう状況じゃない状況でそれを信じられるかどうかっていうのが、本当に私たちの意識マインドをこう目覚めさせてくれる要因なんですよね。なのでなんか心配とかなんかどうなるんだろうっていう中で、自分が今まで生み出してきたもの、自分が今までやってきたものを経験してきたものをどこまで信じられますかっていう、それを試されていると思ってくださいね。実際過去のところにこのペンタクスのクイーンのカードが出てるってことは、本当にちゃんと生み出してきたんです。獅子座さんはちゃんとやってきたんです。それがあるはずです。でそれをもってこれどう生かしていくかっていうことをちょっと迷っているっていう感じですね。でも今現状はカップの2の逆っていうのが出ているので、誰かとコミュニケーションしっかり取れてますとか、今の自分を分かってくれる人がいますとか、ちゃんと感情をねシェアできる相手がいるのかなって感じがします。で今まだいませんっていう方は受け入れ体制は多分できていると思うので、他の人は自分から開いていけば聞いてもらえるとか分かってもらえるっていう感じがあります。そしてその後ですね、ワンドの9、そしてソードエースということで、ワンドの9っていうのはなんかまだ自分には足りないっていうような感覚がしてしまうかもしれませんね。これ誰でも陥りますよね。まだまだだとか、まだまだダメだみたいな、もっと準備してからって感じで思うんですけど、どこに行ってもそう思うんですよね、人って。これで終わりはないわけですから。で特にこの3月の後半っていうのは自分の専門性とか自分の意識っていうのを上げていくよっていうことで、すごく追い風なんです。追い風なので、なんか遠くに連れて行かれるみたいな、もっとこんなことやってほしいみたいな依頼が来たり、自分でもそうやらざるを得ないような状況になったりするんですけど、その時にこういやまだまだ私にはって言ってこう遠慮したりとか、自分を低く見ないようにしてくださいね。準備は後からでもできるっていうか、それをなんか自信を持って受けてほしいなと思います。なぜならばここでソードのエースというのが出てるからです。これは切り開いていく力、もう進んでいく力、言っていく力、チャレンジする力があるよっていう形で、このカードが出てるってことはそうするんだと思うんですね。だからまだなんか自分では、完全に準備ができてるわけじゃないけど行くかみたいな、もうだって行くしかないみたいな感じなんでしょう。後ろから風が吹いてるから。そしてでも本当にこれで大丈夫みたいな、そういった迷いはあるみたいです。ここでラバーズの逆が出てるので。ただもともとラバーズというカード自体は本当はなんか楽しい、初めてのことでドキドキワクワクみたいな、すごい熟練者じゃないけど感性としてはピュアで楽しみながら新しいものを作っていけるよっていうカードなわけです。でこのカードが逆になっていることっていうことは、経験がないがゆえに迷ったりとか、選択に迷うこう考えるみたいな、そういうカードがあるので、おそらくここでもそうなんですけど、誰かとこうペアを組んだりとか関わることによって何かいいものが生まれてるんだと思うんですね。その時に自分がどこまで誰に何を言うかとか、どこまで関わるかみたいなことをちょっとためらったりとか迷ったりしてるのかなと思います。でもこの迷いってそんな悲壮な迷いじゃないんですよ。なんか嬉しい迷いなんですよ。なんかまるでですよ、こう例えば初めてのデートみたいな感じで、初めてデート行く時に、いや相手はなんかレストランに行きたいのかな、それとももっと違う外で遊びたいのかなみたいな、どっちがいいんだろうって迷ってるみたいな感じの、もうどっちにしても楽しいじゃないっていう、そういうピュアな迷いっていうことなので、嬉しいことがある前提の迷いです、これは。そして気をつけることとして言われているのが、完璧を目指さなくていいよっていう感じです。この節制っていうのはもう本当にまさに理想だみたいな感じで、自分がいけると思わなかったところまでいけるとか、すごくこの3月後半って本当に外にこう引っ張り出されるみたいな、自分をすごく高められている感じなんですけど、ここでもそのチャンスが来てるんですけれども、ご自身ではいやいいのかな、いやどうなんだろうなって言ってすごく考えるので、誰だって完璧じゃない、
もう不完全だからこそ愛おしいとか、不完全だからこそ美しいみたいな感覚でいてください。でないと全てのことをやろうとしたり、全部を自分がこなそうとしてアップアップになるって感じがあるんですね。ここでワンドの5っていうのが出てるので、一つのことをしっかりやろうと思ったら、あれとこれとこれとこれを用意しなければみたいな、またこれをやろうとしたらこれとこれとこれを用意しなければみたいな、今まではそれを一つずつ準備してよかったけど、今それ待ってられませんみたいな感じがあって、もうこの流れに乗っていきますみたいな感じがあるので、全部を完璧にやろうとせずに、役割をちょっと分担して、自分の中で今はこれをする、で来週はこれをするとかっていう形でちょっと分けてやってみてください。とにかく流れが早いので、獅子座さんこの流れに乗っていけると思いますし、乗った方がなんか楽しいんじゃないかなって感じがします。はい、ちょっとこれを踏まえた上でお仕事のこと見ますね。仕事、ストレングスいいですね。ワンドの7、ソードキングということで、仕事すごくいいです。ご自身の力を発揮するチャンスがあります。やると思います。ここでもソードのエースがあるし、なんか自分ではいやまだまだちょっととかもうちょっとみたいな感じがあるんですけど、いやいやいやもう十分ですと。今の獅子座さんでできることをやってくださいと。今の自分でこう自分から湧き出てくる愛情とか情熱とか、そういったものでやれば十分ですよっていうふうに言われてます。で本当にその余裕でっていうわけじゃないかもしれないけど、ギリギリかもしれないけどちゃんとできるっていうふうに出てるんですね。人って余裕な感じでやりたいと思うかもしれないけど、本当にやればできるみたいな、そんな感じです。ただ一つ気をつけていただくとすれば、やっぱり自己批判ですね。いやまだまだできてなかったとか、あれはダメだったとか、そういうふうに自分で言わずに、やっぱりこうなんか成果だけを見てるわけじゃなくて、そのプロセスの中で生まれてくる愛情や温かさや経験っていうものが本当に大事みたいなので、それはもう今の獅子座さんでできるって言われてるって感じがしました。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係、はい、ソードのクイーン、ペンタクルスの10、ペンタクルスのページということで、人間関係とてもいいです。どうなんでしょうね。この3月の前半から20日くらいまでの間に人とのご縁って実はつながりやすい時なんですね。見えないところで、水面下でなんですけど、それがちゃんとつながってる気がします。そして家族関係もなんか良さそうですし、これペンタクルス10っていうのは出てるので、家族関係も良さそうですし、または家族のように親しい人や、とにかくいろんなタイプの人と仲良くできるとか、大勢の人と関わるみたいなきっかけが多いかもしれませんね。だからこそ全員にいい顔できないんですとか、全員となんかこう時間取れないんですみたいな感じもあるかもしれません。だからちょっとだけ引いてるみたいなね感じはありますけど、でもいいと思います。その中でなんか大事なものをつなげていけるっていうのかな。全員じゃなくてもちゃんと大事な人、自分の価値観っていうものをつなげていけるよというふうに出てるので、人間関係は基本恵まれてますから、やっぱりいいんだと思いますよ。いや私嫌われてるって思うとしたら、それって自分が自分のこと嫌ってるだけかもしれないし、他の人っていうのはもしかしたら獅子座さんのいいとこ見てくれてるかもしれないので、今関わってる人たちが自分を認めてくれてる、自分を応援してくれてるっていう前提で関係を見てみてくださいね。そしたらすごくいいなんか話がつながっていくような気がします。誰かに会いに行くのかもしれないし、つながりがね濃くなってますからね。いかがでしょう。なんか参考になったよという方、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ということで、ちょっと最後にもう一番オラクルカードを引いてみますね。このオラクルカードはフランス語で書かれているものなので、ちょっと私も読めないので、皆さんも直感でイラストからねメッセージを受け取ってくださいね。獅子座さんの後半、3月後半はこれかな。じゃんこのカードを見て何を思うでしょうか。どんなイメージが湧きましたでしょうか。ご自身の直感でメッセージを受け取ってくださいね。はい、ということでありがとうございます。なんかアバンダンスって書いてるみたいな
豊かだという感じですね。はい、ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。